最近主流になってきてる前後2カメラドラレコにソニーの最新センサースタービス2を搭載し、昼も夜も画質がめっちゃ綺麗なのにまさかの1万円台で買えるコスパ最強の2カメラドラレコが新たに発売になりましたので、早速レビューしていきたいと思います。今回レビューしていくのがこれ、70Miの A510 という最新モデル。簡単にスペック紹介すると、前後2カメラついてきて、フロントが500万画素、リアが200万画素。白飛びを抑える HDR 機能はもちろんのこと、ソニーの最新センサースタービス2が搭載されて、前モデルのスタービスと比べて低照度イメージング能力が 90% も上がって夜にさらに強くなった最新のドラレコですね。箱を開けるとこんな感じで、フロントカメラ、リアカメラ、電源ケーブル、リアカメラと接続するだいぶ長めのケーブル、配線に役立つ工具、シガーソケットの電源プラグ、これが一式入ってます。フロントカメラはこんな感じでカメラとモニターが一体型になっていて、モニターの下に物理ボタンがあるので、それを押してドラレコの操作をする感じです。最近のドラレコによくあるタッチパネルではないんですが、あのタイプだと指紋がモニターについてモニターの汚れが気になるので、個人的にはボタンの方がいいですね。そしてカメラ自体も回転するので、貼り付けてからのカメラの画角調整も簡単にできるようになってます。これはリアカメラも同じように回転する仕様になってます。それ以外には各種説明書や録画中のステッカー、SD カード、説明書など全て入ってますので、これ買って取り付けたらすぐに録画して使えるようになってます。エンジンを切ってからも録画続けるには駐車監視用の電源ケーブルが別で売ってるので、それ使えば駐車中も録画が可能になります。スペックの紹介はこれぐらいにして、早速車にドラレコを取り付けてみます。取り付け方は簡単で、まずは一旦シガーソケットから電源を取ってドラレコを起動できる状態にしてから、はじめにリアカメラを後ろの窓に貼り付けます。カメラに両面テープが貼ってあるので、まずガラスクリーナーで貼り付けるところを脱脂してから、一旦ケーブルをつなげて、リアカメラの映像がモニターに映る状態にして、映ってるカメラの映像が斜めになっていないか、この黒い線が入っていないか、モニターで確認しながら貼る位置を決めたら、付属の透明のシートを貼って、その上からドラレコを貼り付けるだけですね。それができたら次はフロントですね。リアと同じようにカメラが斜めになっていないか、モニターを見ながら貼るだけなので、ここまでは正直誰でもできます。あとはドラレコから出てる配線を付属の工具か、オートバックスで売ってるこういう配線通しなどの工具を使って、車の天井などの隙間に入れ込んで終了です。僕が乗ってるスイフトの場合だと、配線は結構簡単で、これまで一度も配線したことなかった僕でも工具さえあれば結構簡単に隠せたので、詳しく解説した動画を前に投稿しているので、スイフト乗ってる方はそれ参考に取り付けしてみてください。プロにお願いする場合はだいたい2万円ぐらいの工賃で取り付けしてくれると思います。意外と自分でもできるので、概要欄に配線隠しの動画を貼っておくので参考にしてください。そしてこれが取り付けたドラレコ。配線が右に出てるので、助手席側に取り付けるのがいいと思います。そしてこれがリア。今時のドラレコって感じですね。それでは早速実際に走ってみて、このコスパ最強ドラレコがどれほどの性能なのか見ていきたいと思います。これが昼間の走行映像。どうでしょうか。この画質で1万円台で買えるってなかなかないと思いますね。前の車のナンバーも当然綺麗に映ってますが、横の車線を走ってるナンバーも普通に綺麗に映ってるので、これはなかなか性能いいと思います。僕は YouTube でドラレコの動画を定期的に作ってるので、他の人よりもドラレコの映像を見ることが圧倒的に多いのですが、ここまで綺麗に撮れるドラレコってなかなかないですね。参考までに左が500万画素の今回のやつ、右が200万画素のドラレコ映像。どう見ても左側が綺麗すぎるかと思います。次にリアの映像がこちら。フロントに比べると画質が500万から200万に落ちてるので、その分画質も落ちてますね。これは他のドラレコと比べても一緒ぐらいかなって感じです。参考までに同じ200万画素のドラレコと並べるとこんな感じになって、一緒ぐらいかなって感じです。フロントカメラがかなり強い分、リアに関しては正直普通ですね。それでは次に、暗いところから明るいところに出た時に画面が白飛びしないか検証しています。意外と白飛びを抑える機能が大事なので、ドラレコを選ぶ時に気をつけたいポイントになります。ということでまずはフロントから。どうでしょうか。白飛びとか一切なくてかなり自然で綺麗に撮影できてると思います。これが別のドラレコとの比較映像。明らかに今回のドラレコが強すぎてめちゃくちゃ綺麗に撮れてますね。画面サイズが16対9ではないんですが、設定で16対9も選べるので安心してください。参考までに YouTube とかテレビの画面サイズは大体が16対9になってます。次にリアカメラの映像を見ていきます。どうでしょうか。白飛びはあまり気にならないですが、やっぱり画質はフロントに比べると落ちるなってのが正直な感想ですね。それでは次にトンネル内の映像を見てみます。これがフロントですが、さすがソニーの最新センサー、スタービス2を搭載しているおかげでめちゃくちゃ綺麗に撮れてますね。今現在スタービス2を搭載して、かつ500万画素もあるドラレコってまだまだ少ないので、この画質で1万円台で買えるのは正直破格だと思いますね。
国産のメーカーじゃ無理な価格設定になってますね。次にリアカメラの映像。見た感じ、リアは他のドラレコと同じぐらいの性能かなと思います。これがフロントとリアを並べた映像。こうしてみると明らかにフロントの方が綺麗なのが見てわかるかなと思います。それではそれを踏まえて夜の映像を見ていきたいと思います。これがフロント。これがリア。フロントはめっちゃ綺麗です。隣の車線の車のナンバーもはっきりと読めるので、なかなか優秀だと思います。リアカメラは見てわかるように若干光がぼやけてる感じがして、ヘッドライトがリアカメラに当たると、後ろの車のナンバープレートは白飛びして読めないんですね。これは HDR という白飛びを抑える機能があるんですが、その HDR がフロントにはついてるんですけど、リアカメラには搭載されていないので、明るいところがぼやけてしまってますね。ただ、後続車がかなり近づくと、こんな感じでナンバーの情報は普通に全て読み取れますね。今回のコスパ最強モデルはフロントカメラに全振りしてるので、リアカメラの性能は正直普通ですね。もしこれよりも綺麗に撮影したいとか、リアカメラの性能を上げたい方は、今回のものよりも少し高くなりますが、同じセブンティーマイさんから出てる A810 という 4K 撮影ができるモデルだと、フロントが 4K、リアは HDR 機能搭載でさらに綺麗に撮影できるので、余裕がある方はそっちを検討してもいいかなと思います。その 4K モデルも少し前にレビュー動画上げてて、概要欄に貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。ドラレコの映像としてはこれぐらいで、1万円台で買えるドラレコの中では一番画質が綺麗じゃないかと思います。別売りの駐車間仕様の電源ケーブルを使うと、タイムラプスというバッテリーの消費を抑えながら長く撮影できる機能で、常に録画を続けて、もし衝撃を感知すると普通の録画になる機能がついているので、当て逃げとドアパン対策もしっかりとできるドラレコですね。またドラレコ以外の機能としては ADAS という運転支援機能もついていて、例えばふらついたりしたら車線逸脱注意とドラレコから警報鳴ってふらついてることを教えてくれたり、前の車が発進したら教えてくれる便利な機能もついてますね。これは最近発売になって車だとデフォルトでついてると思うので、いらない方は設定からオフにすることもできるので、お好みで設定してもらったらなと思います。またドラレコ専用のアプリがあって、それをダウンロードするとスマホとドラレコを無線で接続することで、アプリ上でドラレコの設定ができたり、撮影した映像をスマホで確認して、必要であればそのままスマホにダウンロード。タイムライン機能を使えば、この下にある緑の線を指で動かすと、自分がいつどこを走っていたか直感的に簡単に確認できるようになっています。もちろん GPS もドラレコ本体に内蔵してあるので、どこを何キロで走っていたかもわかるようになっているので、事故した時の証拠としても安心して使えます。また GPS アンテナは内蔵式なので、よくあるこういう GPS アンテナを別で取り付ける必要もないので、見た目もスッキリなドラレコですね。これまでの話をまとめると、フロント500万画素、リア200万画素で、ソニーの最新センサー、スタービス2を搭載した最新のコスパ最強ドラレコ。フロントカメラはお値段以上の性能でめちゃくちゃ綺麗なんですが、リアは他のドラレコと同じぐらい。さらに各種運転支援機能がついてアプリ連動することでドラレコの設定から映像の確認までスマホ一つでできるようになるのに3年間の保証もついてまさかの1万円台で買えるドラレコですね。ここまで性能良くて3年保証もついてこの値段で買えるのはなかなかないと思うので、ドラレコをどれにするか迷ってる方はとりあえずこれ買っとけば大丈夫ってやつですね。オートバックス行ってもこの値段でこの性能のドラレコは間違いなく置いてないので、迷ったらこれ買っとけばいいかなと思います。今回紹介したセブンティー前のドラレコは動画の下にある概要欄に Amazon のリンクを貼っておくので、ぜひ他の方のレビューも読んで参考にしてもらえたらなと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということでまた次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。